は。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミー、ザ・ガイアハウス・オーストラリアの海運先生術師、新海真希です。さあ、今日はですね、こちらのホロスコープを紐解いていきます。これはですね、高市早苗氏のホロスコープ、バースチャートとなります。10月の4日に、自民党総裁に選出されました。で、実はこの日、10月4日って、すべてが変わる日だよという星読み動画を事前に私が上げていたので、実は公式 LINE でですね、この日、多くの日本のフォロワーの方から、マキさんが言ってた通り、10月4日に日本が大きく変わりそうですよというメッセージをいただきましたので、より深くね、ちょっと先生術との関係を見ていきたいと思います。で、実はこのニュース自体も大きな話題ですけれども、実は神話、先生術と神話って密接に関わっています。そしてその神話と関わる先生術的な視点を見たら、ものすごく面白い。彼女の持って生まれた星とタイミングが非常に象徴的な意味が隠されていて、本当に日本の未来が変わるかもというところまでお話ししたいと思いますので、ぜひそこまで最後までご覧いただきたいと思います。まず最初に言っておくと、今回特に注目すべきなのは、水亀座の小惑星パラスの逆行が10月4日に終了して、本格的に水亀座パラスの力が動き出すよという日だったわけです。そして、その水亀座のパラス、実は高市さん自体がバースチャートに水亀座のパラスを持っている女性政治家。ということになるんですね。つまり今年は高市氏にとってはパラスリターンの年であるということで大きな追い風となったのではないかと思われます。小惑星のほとんどが女神の名前が付けられているんですね。で、これが私がいつも言っている小惑星を読む理由。主要天体はほとんど男性の神様の名前しかついてないんです。女性の可能性はやっぱり小惑星で読む。これが本当に筋が通ってるんじゃないかと思うんですが、で、その小惑星の女神の中でも、主婦の象徴とか母の象徴という小惑星がいっぱいいるわけですけれども、社会を動かす女性像、これを表しているのがパラスという小惑星なんです。実は女性政治家とか女性起業家を象徴する小惑星がパラスなので、この点についても神話と今回の政治劇で面白い話があるんで、これも最後にシェアをしたいと思います。その前にもう少しこのホロスコープを見ていきましょう。注目したいのは、まず今言った水亀座のところに集まる小惑星たちが示す能力についてなんです。実は高市さんのこのチャートを見ると、特定の小惑星が全部水亀座に集まっていて、彼女の本質的な部分はここで浮き彫りになるんです。ですが、西洋占星術のトラディションで見ますと、重要視される人格を重要視するために見る太陽も火星も、そしておそらく時間がわかんないですが、月も水のエレメントに入ってるんですね。蟹座の火星、ね、もう、牡牛座の太陽、魚座の太陽、さそり座の月って言ったらもう水です。そうするとですね、政治家には一番向いていない典型的なホロスコープということになります。なぜならば、いい意味悪い意味に関係なく自立心っていうものに欠けるということになるんです。だから大きな権力とかヒエラルキーの影響を受けやすくて、周囲に流されて操られて生きる可能性が大いにある誕生図なんです。ですが、そこに言ってみると、実はカイロンとかドラゴンテールもあるので、彼女の場合は太陽の生き方を選択すると傷のある人生となった可能性が高いんです。こういうところがいつも私がお話ししている太陽とか主要天体だけ中心に読むと、実はそこが傷だっていうこともあるんで、ここがね、ちょっと注意点なんです、西洋性誠実。で、例えばこれを名前を明かさずに、読めば、練習会で読めば、間違いなく控えめで自分の意見を持たない、優しい女性像、感情論が強い人として読まれると思います。ですが、新時代、先生術で見ると全く違う自立心のある小惑星が
すべてこう表示されていくと、違う人物像というのが浮かび上がってくるということですね。今言ったように、女神たちの多くが水亀座に配置しています。水の弱さがそれらを打ち消して、改革を促進して、独立性を重視する知性というものを持つ政治家であることがわかるんです。もうちょっと詳しく説明していくとですね、水亀座のパラス、これは困難な状況を知恵と戦略で解決する可能性を最も多く持つ位置関係になります。国民が求めている声をいち早く聞き取りそうな、そしてそれをうまく利用していく戦略のためにという力も持っています。それからジュノーも水亀座。ジュノーは権利。日本の権利、国民の権利にスポットを当てるというチャートですね。それから水星も水亀座にあるので、これはメッセージ力とか情報とか、情報伝達力ですね。を示していますし、SNS なんかもうまく使って発信したり、未来志向で理論的かつ、スポークスマン的なメッセージ的な、メッセージャー的な力も持っていることが示されている。この辺が実は政治家に向いている点なんですね。だからその魚座、さそり座、蟹座のグランドトラインなんていうと、もうこういう主要天体の人は感情論でしか話さない、ね、政治家には向いていないって言われるんですけれども、この方の主要天体はそこにあるにもかかわらず、全く違う様子を見せるのは小惑星の力が強いから。そしてさらにこの水亀座には、これ、ペルセポネという小惑星がいます。これも大きな力になってますね。ペルセポネっていうのは独立心、自立心っていうものを示す小惑星です。政治家にありがちな世襲とは違って、高市氏は一般家庭出身なんですね。だから地盤がもともとあったわけでもないし、お父さんの力があったわけでもないし、そういう看板に頼らずに自力で政治家になった非世襲政治家です。この点も水亀座ペルセポネで、象徴される独立性や自立心と深く関係していると思います。で、ここで最も興味深いのは、先生術においては、パラスという小惑星が、の意味を神話化からの影響を受けて、神話と今回の政治劇がリンクしているという点なんです。これ、もうちょっと先お話しします。まだちょっと話さなきゃいけないところがあるんで、もう少しこのバースチャートの解説をしていくと、次にすごい大事な気づく人は気づいているじゃん。木星と土星がヤギ座で重なっている、これ、汚い字で書いてますが、グレコン。グレコン時代なんです。この人が生まれたのは。グレコンっていうのは20年に一度だけ木星と土星が重なる時を言います。社会に大きな変化が起こる時で、前回グレコンだったのをもう皆さん覚えている2000年です。まさにグレコンになった途端パンデミックというのが起こり、間違いなく社会に大きな影響をもたらしました。いい悪い関係なくね。そして高市氏誕生の瞬間、1961年3月はまさにヤギ座で土星と木星がオーブたった2度で重なっていた瞬間なんです。そしてこれ歴史の教員免許を持っている私から、お話をさせていただくと、1960年61年というのはものすごく日本にとって大事な時でした。ちょうど1960年ぐらいから国民的な大反対運動起こったの。覚えてますかね。私も生まれてないですけれども、習ってると思うんですけれども、安保闘争です。たくさんもうデモ隊が出ましたよね。そして、その下からの突き上げがあって、岸首相が辞任して、池田政権が発足しました。で、この内閣のスローガンが所得倍増計画。習いましたね、多分ね。所得倍増計画。実はここから日本は年平均ですよ。10%以上の経済成長を記録して、あっという間に経済大国へとのし上がっていったんです。そしてこの流れでもともとかなり不平等だった、誰がどう見ても不平等だった条件を解消した新安保条約というものが調印されていく。これが土のグレコン時代、まさに社会構造を改革するこの時代にまさに生まれたのが高市氏だったわけです。この力はもちろん持ちます。さらにですね、ここで冥王星とドラゴンヘッドが乙女座7度でオーブ0度でぴったり重なっている日に生まれています。これは
乙女座なんで、感情的にならず、乙女座的に確実にっていうのが乙女座のキーワード。確実に冥王星の変容というキーワード。確実に変容を実施するというドラゴンヘッドですから、使命を持って生まれた人ということになります。それから水なんですけれども、ここのサソリ座のところにエロスとハイジアという小惑星がありまして、これは根本的な底の部分をエロスもハイジアも丸裸に全部見せますせという隠し事なしですよという力を持ってますし、根本的に変えるという上辺だけではなくてという力を持ってます。この辺がまた面白いところですね。さらに、今回 SNS も結構大きな力であったと思うんですね。メディアっていうのはどうしてもメディアに支配されてますから、メディアの都合のいいように変更報道というのはできるんですけど、SNS はもう今、私たちが自由に使っていますから、そこに真実がある場合の方も多いですね。で、彼女はこの、双子座のプチケですから、SNS をうまく使っていたと思われます。しかもそれだけじゃなくてですね、金星とエロスじゃない、エコーという小惑星がくっついてるんです。これもぴったりこの日、5でくっついてます。で、これは、エロスっていうのは、聞こえない声、聞こえにくい声なんです。金星がくっつくと聞こえにくい声を拾っていくことに喜びを感じるわけですから、まさに SNS を通して聞こえにくかった国民の声をピックアップして、それが喜びでもあり、それをうまくパラス的に戦略として使いながら勝ち取っていくという力を持っている。これがどう考えても感情論の塊と言われそうなこの、魚座のくっついてるところにね、をこうかき消すぐらいの力になったんじゃないかと思います。しかもそれがパラスリターンの時にうまくアウトプットされたのではないかと思います。すごく面白いですね。このホロスコープは西洋占星術で見るのと新時代占星術で見るのが真逆になるという典型的なホロスコープです。そして最後に言っていた神話のお話なんですが、実際に私の占星術クラスではたくさん神話のお話をするんですけれども、このパラスという小惑星はパラスアテナからついています。パラスアテナは神話では男の神様たちに混じって積極的に政治に参加していた数少ない女神の一人なんです。しかもこのたくさん彼女の逸話があるんですけど、私が大好きな逸話を一つ言うと、一番有名なのはギリシャの都市アテネの神として選出された、まさにこの今回と同じ選挙ですね。この神話なんですけど、古代のギリシャ都市アテネでどの神様がこの土地を守るかっていう決める神の選挙っていうのが行われたんです。争ったのは海の神ポセイドン、一番力を持ってますよ、と知恵と戦略の女神パラスアテナ。ポセイドンは力強さと威厳で知られていたので、アテネの守護神になるためにこうしたプレゼンは、地面で槍をドーンとついて塩水の泉を作り出して、これによって海の恵みを象徴する力強さっていうのを示しました。でも塩水って飲めないし、農業にも生活にもほとんど役立たないですよね。でっかいことは言ってるけど、それで市民たちは力はあるけど、私たちの生活には何のメリットもないというふうに感じたんです。で、一方、パラスアテナは戦略の女神ですから、理想と創造性を象徴しています。彼女は大地に手を置いて、ぐにゅ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 っとオリーブの木というのを生み出したんです。オリーブの木ってそのギリシャのような気候でもちゃんと育つですね。しかも食用油とか食材、木材としても生活に欠かせないものになるわけです。繁栄の象徴でもあります。市民たちは自分たちが最も求めているものを与えてくれる。その実用性と価値を見て、この神様こそ私たちの町の守護神にふさわしい。こういうふうに判断して、こうしてパラスアテナはポセイドンが、誰もがポセイドン、力を持っている、ね、ゼウスの弟ですよ。あ、まさに今回の、ちょっと似てますね。ゼウスの弟、有名人の兄弟ですが、に選挙で勝利したわけなんです。誰もがポセイドンが勝つと思ってたのにね、これも今回と同じ話ですね。で、今でもアテネの象徴としてオリーブが使われてますし、アテネの人はパラスアテナを敬って、パルテノン宮殿という素晴らしい宮殿を作ったわけです。
この物語も政治で言うと、生まれた時から恵まれた背景として、世襲制でこう海の神様になった、まさにポセイドンでなくても、知恵や工夫を凝らしてっていう教訓とも受け取れます。もう一個面白い、この、もういくらでもあるんですけど、もう一個だけ話をさせてください。高市氏は、実は個人となった安倍元首相の秘蔵的存在でした。で、安倍総理が特に可愛がっていた人物です。政治の現場でも彼の期待をこう一身に受けていたことは知られていますが、実はそれと同時に彼女は非世襲政治家であって、後ろ盾はほとんどないところから自力でそこまでのし上がった人です。お父様は確か会社員で、お母様は警察官ですね。もうすごい普通の一般家庭なんです。で、パラスっていうのは実はゼウスの頭から生まれた神様です。だから母を持っていないんです。これなんでこうなったかっていうのは詳しく話すとすごく長くなるんではしょりますが、ですが、そうやってゼウスの娘であることは確かなんですけど、母はいない。で、ほとんどゼウスのたくさん子供がいるんですけど、女神のお母さんたちがものすごい後ろ盾をして、バックアップして、うちの子を、うちの子をっていうふうにこうね、うちの子をどうかって登用してくださいみたいにやるんですよ。でも彼女だけは何の後ろ盾もなく自力で力を勝ち取っていった人なんです。しかもゼウスが一番可愛がっていた。自ら産んだ。ね、普通は男の神様産まないじゃないですか。というこの舞台裏ともすごく今回の話が似ているなというふうに思うわけです。こうやって見ると先生術、神話、実際に起こっていることって面白いでしょ。私はこれがやめられなくってですね、ずっと先生術を続けていて、20年間毎朝星読みをしてからスタートする人生になっております。ちなみにですね、このホロスコープの星読みは、私の個人的な政治的な意見、見解というのは一切入っていないので、特別な誰を支持して、もう一人の方を支持しないとかいうことでもないんですね。先生術師は真逆の政治理念を持っている人のホロスコープを見ても、そこにある素敵な可能性を読み取っていく。必ずどんな人も光がある可能性を読み取っていくっていうお仕事だと私は思っております。ですが、ただ今起こっている現象とね、星の配置がどのようにリンクしているかっていうを客観的にこうやって読み取っていったとしても、今回のように2026年にトランスサタニアンが全部風と火のエレメントに本格的に移動する最後のこの目前にして、天体の流れとともに女神たちがこう目覚め出している。そしてそれをこう日本が選択していっている。日本の国民の声が大きくなっている。っていうのはもう天皇制が双子座に移っていく時に、前回双子座に行った時は日本の国民の声が政治に届かなかったがために日本がなかなかこういい方の改革に行かなかった。でも今回は違うんじゃないのということがこう垣間見れてですね、なんかこう素晴らしい展開が起こっていくんじゃないかなということを期待したいと思います。最後に1枚引きもしようかな。よいしょ。このセプタグラムからの1枚引き。ガイアです。日本だけじゃないですね。地球全体を守っていくための改革のエネルギーが今生まれているんじゃないかと思います。で、そのためにガイアは子どもたちの声を聞きますよ。だから皆さんたちもこう声を上げていくと、今度は届いていく世の中になるんじゃないかと思います。ということで、素敵な人生をみんなで歩んでいきましょう。